リゼロから始める異世界生活、偽りの応戦候補。 Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Jolly Summer and we're going to continue playing ReZero. ロードすぞ。ロードすぞ。では、そろそろよろしいですか？勇者を待たせておりますので。すいませんすいません。よろしくお願いします。レムもご一緒しても大丈夫でしょうか？スバル君のことも心配ですし、フェリックス様の忠術をぜひ拝見したくて。構わないと思いますが、レム殿も治癒魔法の心得が終わりなのですか？はい。ですので、青のフェリックス様のお力をぜひにと。なるほど。勉強熱心で良いことです。はい。よく怪我をして心配になる人がいるので。スバル殿は果報者ですな。周りがよくしてくれてて助かってます。少し意図した意味と違った受け取り方ですが、良いでしょう。では、勇者の方へ。With that, we get into the carriage waiting for us in front of the inn and get taken to Kurush's manor for the first time since last night. Then...もう大げさにゃんだから、そんなひどくしてないでしょ？これでひどくしてないとか。お前は医者みたいな仕事してるくせに患者の気持ちがわからないのか。なんてひどい言い方。フェリちゃん傷ついちゃったな。クルシュ様に告げ口しちゃおっかな。お前な。べー。 Tongue out, Ferris claps while dodging my spiteful gaze. Ferris' treatment is as usual, but it still felt like my insides were being mixed with a blender. ついて考えると、 Ow. 死に戻りするたんびに初期状態に戻ってるせいで、いつまでも体が治ってかないじゃねえか。まあまあ、そんなに嘆かない。こういうのは最初が一番辛いんだから、ちょっとずつ楽ににゃっていくってば。うるせえ、追い打ち加減な。その一番辛いのが何回目だと思ってんだ。なんなの？まさか何回も真夏まりしてるわけ？ちょっとは反省しにゃってば。 It can't be helped that Ferris sees the world completely different from me, so our conversation isn't quite lining up. 懲りないスバルキュンはともかく、レムちゃんはどうだった？少しは勉強ににゃったりした？はい、ご配慮ありがとうございます。勉強させていただきました。ただ自然とやられていたことがあまりに高度で、レムでは再現は難しそうです。触りの真似事くらいでしょうか。レムでもそんななのか。 Seeing Rem's lack of confidence and disheartened reaction, I honestly can't help but be surprised, considering she was the one who healed my wounds before. Out of the members of Russell's manor, Emilia, Rem, and Beatrice are the ones who can use healing magic. Based on what I've heard, Emilia isn't very good at it, so really it's just Rem and Beatrice who are the two specialists. いいえ、レムではベアトリース様には及びません。ロズワール様から教えていただいたのに不甲斐ないです。それってロズワールの教え方が悪いんじゃなくて？ I've been told he's an amazing magician, but they say many geniuses struggle with teaching things that come so easily to them. ロズワールもその手合いなんじゃないの？人に教えるとき擬音だらけになるとか。スバルキュンたらすごいこと言うね。メイザース辺境博って言ったら、王国随一の魔法使い、筆頭宮天魔同士だよ。そんな人が教え下手なはずないでしょ。まあ噂だと辺境博って治癒魔法だけは不得意って話だけどさ。そうなの？はい、ロズワール様は治癒魔法が苦手と。ですがレムのために一から教本を取り寄せていただいたり、とても丁寧にしてくださって。 I didn't know he was such a good magician. でもないのか。 Rosal's a free spirit who acts pretty nonchalant about everything, but there's no doubt that he cherishes Rem and Ram greatly. Some time ago he wrecked with anger when he lost Ram during that loop at the mansion. His attitude from that time proves it. しかし、そんなんだとあれだな。
レムと姉様ってロズワールと付き合い長い？はい、小さい頃からお仕えしています。レムと姉様の故郷の村が焼かれてしまってからのお付き合いですので。さらっとすごい過去が飛び出してきた。 Maybe this has to do with what Rum had mentioned something in passing a while ago. She said her village was engulfed in flames. レム、ごめんな。大丈夫ですよ。レムの中では整理がついていることなので。スバル君は優しいですね。これを優しいって言われると俺も立つ瀬がない気がするな。思い込んだら一直線に盲目って感じだね。フェリちゃんも気持ちはわかるけど、フェリちゃんだってクルシュ様の凛々しさにメロメロだもんね。そのメロメロ相手のクルシュさんなんだが、感触的にはどんな感じだ？もうスバルキュンたらせっかちさん、クルシュ様の言ったこと覚えてないの？クルシュ様がちゃんと考えてくださるって言ったんだから、それを信じて待ってなよ。お前もビルヘルムさんと同じ答えか。にゃに？ビルジーにも同じこと聞いたの？それならうちの結束が分かったでしょ？そうだな。All I can do in face of Ferris amused laughter is nod along a forlorn expression on my face. What kind of expression? Like this? A combination of the discomfort from having my insides stirred up and this inexplicable sense of fretfulness. They make it abundantly clear that I'm anxious to do something about the situation as quickly as possible. では、スバル君の治療も済みましたし、今日はおとなしく宿へ戻って。そういうわけにはいかねえよ。レム、俺たちがオートに来た目的は？応戦の延期、その原因の究明です。それと、スバル君の目的として、エミリア様に味方してくださる方を増やすと。そうだ、その2つと比べたら俺の体の治療なんてついでのおまけだよ。レムが心配してくれるのは分かってるけどな。それでも無理をするんですよね。わかりました。それもレムの仕事です。エミリア様やロズワール様からスバル君のことを任されていますから、レムにお任せください。ああ、助かるよ。それで具体的にはどうしますか？スバル君には方針が？一応当選候補者を訪ねてみようかなって。レムは他の候補者のことは知ってるのか？面識はありませんが、どのような方々なのかは伺っています。昨日お会いしたメルティ様とクルシュ様、カララギの大商人であるアナスタシア様とルグニカ貴族であるプリシラ様ですね。応戦は候補者5人で行われるとのことなので、エミリア様とその4人の方々の戦いです。Ren counts out the candidates on her fingers as she fills me in. However, the truth is a bit different from what Ren currently knows. What I mean is, Felga will be revealed as the sixth candidate at the briefing that will be held at the castle キーガ tomorrow. の話だと見つかった順番はフェルトとメルティちゃんで前後するって話だが。 Either way, since the announcement will take place tomorrow, that part isn't really important. そんなわけで俺は他の2人の候補者を訪ねてみたい。ただし、どっちも癖が強いというか不安要素が結構あるはあるんだよ。 Of all the candidates, Anastasia and Priscilla are the trickiest to be with. Anastasia is a businesswoman, and no, I'm no match for her in a verbal duel. On the other hand, the issue with Priscilla has more to do with her personality, and I have no idea if she'll even listen to us. But if we are talking about the fake sixth candidate and all that, there's plenty of reason to suspect these two. There's it. Oh, it's there. As I thought before, if the sixth candidate is vying for the throne in place of a real one, Emilia and Fred are at a disadvantage from the beginning. Emilia is a half-elf that everyone hates on for some arbitrary reason or another. And Feld is an orphan from the slums. Going out of the way to make either of them out to be the imposters, like giving up on winning from the get-go. I still believe Emilia has what it takes to win, though. Logically, that means the imposter is one among the imposter is one of the remaining four. Among them, I've already seen for myself that Krush and Melty aren't faking anything. That's why the last two are so suspicious. Between them, the most suspicious one アナスタ is... シアさんは
前に俺と一緒にウォルフに襲われたことがあった。 I honestly don't remember much because I was so frantic back then, but I didn't seem like Anastasia was acting. If Wolf was targeting the royal candidates, Anastasia was the one he was after. 待てよ。 I think it through to that point, then realized something strange. Wolf's position in all this is completely unclear. Because of the tragedy that occurred at the royal capital from last time, I thought he was part of the witch cult and one of Betelgeuse's comrades. But if that's the case, why would Wolf go after Anastasia? Aren't the royal candidates unrelated to the witch cult's ま objectives? さかウォルフと魔女教って別口なのか。あいつらあんなやらかしの現場に一緒にいて仲間じゃないってのかよ。 If I think back on it calmly, I may have subconsciously considered the fake candidate and the witch cult to be unrelated issues. Honestly, I don't know what the witch cult's true goal is, but thinking back on Betelgeuse's Gray's behavior, he doesn't seem like a terrorist attacking a nation with a purpose. Their scope is much narrower, and they're more like a group of hopeless deviants. With that in mind, 狙われてるアナスタシアさんに警告するってのは間違いじゃないよな。スバル君、考えがまとまったんですね。 Ram has been patiently waiting next to me for my response as I mull things over. I give a firm nod. ああ、方針は固まった。さっきも言った通り候補者のとこに行こう。先に行くのはアナスタシアさんだ。わかりました。ですが、アナスタシア様が王都へいらっしゃるか。それについちゃ俺に心当たりがある。心当たりですか。それはどうやって。ああ、そうロズワールに入れ知恵されてたんだ。なるほど、さすがロズワール様です。そして Sasuga. その入れ知恵を見事に活かせるスバル君。さすがにその褒め方は苦しくないかな。そんなわけで心当たりの酒場に来てみたわけだが。酒場ですか。でもお酒より料理の匂いが香ばしいですね。ああ、昼の時間帯はランチやってるんだと。夜になったらまともな酒場らしいが。 It's too bad I've never visited the tavern at night, but since I can't drink, I don't plan on doing so anytime soon. さて、店の営業形態はともかく目的の相手は。 I look around the inside of the tavern. When it comes to finding Anastasia, this is the only place I know. The main problem, however, is that she'll actually be here tomorrow, not today. It'd be great if she's here today too, but さすがにそれは望み薄か。 right as I'm about to call it quits. ノート。ああ、ぶつかってごめんした。ミミ、よく前見てなかったので大変なご迷惑。 Cute! ああ、大丈夫大丈夫。ってお前は。お兄さん、ミミ知ってる感じ？でもどっかで会ったっけ？思い出せない感じが尋常じゃなし。 Cute. The cat girl in front of me laughs, and I immediately recognize her. Plus, her name is easy to remember since she refers to herself in first person. That's right, she's. ほらミミ、人様に迷惑かけたらあかんよ。どうも、うちの子がえらいすいません。何も壊してなかったらええんやけど。わあ、お嬢、ミミ何もしてないし、ちょこっとぶつかっただけ。しかもすぐに謝った。すごい成長。せやね、謝れてえらいえらい。でも謝って許してくれるかは相手の気持ちの問題やから、間違ったらあかんよ。なんと、それは一大事。お兄さん、ミミのこと許さないやつ？お兄さん？スバルくん、どうしたんですか？ミミ？ミミミじゃなくてミミ。それがミミの名前。わかったら復唱。見つけたなるほどなるほど。つまり夏希くんとレムさんはエミリアさんところの子なんやね。はい、そうなんです。この度は突然お尋ねして申し訳ありません。 Can you look at how weird all the clothing sounds like? I mean, Subaru
his clothes are weird overall in this world, but he's like wearing a jumping suit, right? Like a running suit, I guess. Then we have a maid in a maid costume. And then we have whatever Anastasia's wearing. Like, I don't get it. It's like a dress and a coat and a hat. I guess she's like in full winter attitude. And then you have me. Fashionable, as always. いややね、ここはうちの家ってわけやなし、たまたまご飯どころでうちと行きやった。Anastasia then has us sit at a table and talks with us. I'm really glad for how things turned out, but 耳がぶつかってしもたみたいやし、これも何かのご縁ってやつやろ。うちはそういう結構気にする方なんよ。そうなのか。そりゃ結構意外だ。商人ってもっと現実主義なのかと思ってた。もちろん現実やら事実やらは大事。うちが紹介の舵取りするのやって天気や勘働きばっかりでは回らんもんやし。でも最善を尽くして尽くしきった先を左右するんは案外そういうものやったりするんよ。だから運とかまじないみたいなこともこれでバカにしたもんでもないってことやね。ごめん、悪かった。別にバカにしたわけじゃなかったんだ。ええよ怒ってへんし。ただそういう考えもあるって話。 with her cheerful smile, Anastasia lets me off the hook. Her smile has a sense of elegance to it. ねえねえお嬢ミミハンバルガーもっと食べたい。もっと買ってきていい？ええよ好きなだけ食べ。とてもここの味がお気に入りなんですね。せやね、一回連れてきたらこれやもん。うちこのままやったらオートにいる間このお店に毎日通わなならんかも。それはあんまし良くないんじゃねえかな。なんで？ I speak without thinking, but of course Anastasia would pick up on it. Her turquoise eyes stare right through me. I swallow hard at her gaze. その行動パターンが定型化すると悪いやつに付け狙われるかもしれないだろ。オートだって物騒なとこは物騒だし。あれれ、なつきくん、もしかしてうちのことを心配してくれるん？エミリアさんが大事なんと違ったかな？もちろんエミリアタンが俺の一番星だ。でもそれとこれとは話は別だろ。そうかな。自分で言うのもなんやけど、うちがいなくなったらエミリアさんは応戦助かるんと違う？そりゃそういう考えもあるけどさ。I get where Anastasia is coming from, but I don't even want to think about it. Besides, I already saw it with my own eyes, Anastasia and Emilia talking on friendly terms and enjoying themselves. There's no need to hate each other just because we are rivals, so it's not like I want Anastasia to just disappear. ごめん、うちが悪かったわ。まさかそんな顔されるやなんて思わんよ。なつきくんも変な子やね。そういうところがスバルくんの素敵なところの一つですから。どこの部分の話されてんのか謎だけど、俺がよっぽど情けねえ面してるのは分かった。It's our first time meeting, at least in her eyes, so it must have been pretty bad for her to bring it up. I knead my face with my hands as I turn to face Anastasia again. 変顔のなつきくんの忠告は覚えとくわ。ちなみになんやけど、今日うちがこの店にいるってどこで知ったん？それは、それについては企業秘密だ。企業って、なんやのそれ。肝心のところは内緒にするん？もしかしてうちへの挑発？知りたければ聞き出してみろやなんて、うち相手に怖いもの知らずやな。Her smile exudes an intensity so strong I heard shake my head and hands in 待 denial. った、そうじゃないって。そんな力に訴えなくても聞く方法はいくらでもある的な顔するのはやめてくれ。力に訴えんくても聞く方法なんていくらでもあるんよ。本当に言った。アナスタシア様、スバル君がものすごく怯えているので、お戯れはそこまでになさってください。
だって打てば響くコーナーやもん。うちも楽しくなってしもて。レムさん怒らんでって。怖い怖い。Go ahead, go ahead. After laughing for a moment, Anastasia takes a small breath. Then, それで本題は何なん？ the air about us changed dramatically. なんかあれだな。すごい人たちって切り込んでくるときにみんな独特なプレッシャー出すよね。I tried to hold in the goosebumps as I mutter under her pressure, which rivals that of Kudosh that I experienced just yesterday. Meanwhile, I mentally prepare myself. If I don't, my own willpower will crumble under the weight of this pressure. Once I'm ready, I lift my head and compose myself. I let out a laugh and continue the conversation. 俺からの話は単純だ。アナスタシアさんを狙ってる奴がいる。その危険を知らせに来た。うちの危険ね。怪しい格好の道化みたいなやつだ。って言ってもうちのロズワールじゃなく。なんや驚いた。てっきり宣戦布告かと思ったわ。Imagine if Roswell and Wolf appear in the back of my mind, and I know their shared troublesome characteristic. They're both eccentric, that's for sure. でもそいつはロズワールと違ってかなり危ないし厄介なやつなんだ。その危険性をうちに知らせに来たと。意外なお話やったね。アナスタシアさん驚いてないのか？狙われてるってのに。Even after telling her of the threat, she doesn't show any fear or hint of surprise. It makes me uneasy. まさか冗談だと思ってんのか？だったら大間違いだぞ。これは本当の話で。ああ、誤解せんといてな。別に夏樹くんの話を信じてないわけやない。ただ慌てふためくことでもないかなって。慌てふためくことじゃないって。鉄の牙ですね。Rem, who had mostly been sitting quietly until now, throws her head into our conversation. 鉄の牙って。うちの紹介専属の紙幣団のこと。さっきのミミもその一員やね。あんなに可愛いけどそこの副団長。うちと一緒に来てくれてるんはお散歩だけやなく、うちの護衛としての役目もあるんよ。I've seen the Iron Fang in action firsthand, so I know what they're capable of, especially how reliable their members are, like Ricardo and Mimi. スバル君、アナスタシア様は立場上狙われる経験や心当たりが多いとの考えなんですよ。そのための紙幣団、そのためのうちの可愛い子たち。夏樹くんの忠告はありがたいけど、でもありふれた警告の息は出んかなって。In a position like hers, she's often on a rival laundry list. That's why she has a private army, for self-defense. I understand her reasoning behind that, but... こいつは半端な資格とはわけが違う。アナスタシアさんの鉄の牙だって勝てるかどうか。お兄さん、今ミミたちが負けるって言った？ The next moment, the tip of her large staff is thrust up to my throat. I didn't even hear the girl return. ミミたち超最強だから、お嬢のために頑張るし、負けないし。なので、そういうのはなし。ダメ。ダメ。ミミ様、杖を引いてください。レムにもお役目があります。Ren pushes the end of the staff away from her throat, but she has a threatening look in her eyes, clearly ready and willing to fight. The two stare each other down, and things turn tense as they are about to go at it at any second. It feels like a fight is about to break out. I swallow hard. はいはい、喧嘩はそこまで。ミミ、杖引いて。うちの膝の上。お嬢が言うなら餌ほいさ。After that, Mimi happily jumps into Anastasia's lap. The tense air dispersed, a white simmer lifted off my スバ shoulders. ル君、大丈夫ですか？ああ、平気平気。レムの方こそよく我慢してくれたな。はい。ですが、危なかったです。ミミ様が可愛くなかったら、レムも我慢しきれていたかどうか。見た目が可愛いって大事ね。うちのミミが驚かせてしもてごめんな。でも
これで分かってくれたやろ。ミミもそうやし、他の子らもそう。うちはうちの鉄の牙を信頼してる。せやから夏希くんの忠告は聞くけど、誰かが来ても返り討ち。それがうちからの答えやね。それならせめてだ。せめて護衛は多くつけるようにしてくれ。ああ、それなら心配いらへんよ。Anastasia smiles as she slowly looks around the entire tavern, then... みんなうちの子らやし。Those look interesting. After I prompt, every single customer in the tavern stands up in unison. Seeing them all looking in our general direction, I realize that they are all beastmen. That means they are all part of the Iron Fang. But where were they all then, huh? 釈迦に説法だったわけだ。釈迦言うんが何なんかわからんけど、夏希くんもこれで安心したんちゃう？わざわざうちのことまで心配してくれてありがとうな。夏希くんのことはこれでよく覚えたから、なんかあったら頼ってくれてええよ。もちろんうちが喜ぶ話やったら何でも前向きに受け取ってあげるからな。兄さん、宇宙の乗客？そうそう、乗客お得意さんや。よく覚えてて偉いな。なら耳の乗客。お兄さん、困ったことあったら気ぃつけて相談しや。 Cute. Overwhelmed by all this, women, I tepidly leave the tavern. なんというか、すごい方でしたね。直球な言い方だけど、俺も同意見だよ。あれが本当のアナスタシアさんか。I know it's only logical that it happened, but the way they treated us was much more different than when Emilia was around. It's enough of a difference that I'm honestly surprised how kind she was toward Emilia. 一応警告はできた。あんまりちゃんと受け止めてもらえたか自信はないけど。少なくとも無下にはされないかと。アナスタシア様はそんな器の小さい方には見えませんでしたから。それがいい方向に働いてくれたんなら、俺としても言うことないんだけどな。I can't tell if the impression we left on Anastasia from our meeting today was good or bad, or if it had any influence on her. She doesn't think I show her any ill will, at least. 使い物にならない情報を持ってきて無能って思われた可能性はなきにしも。あの人無能には厳しそうだからな。Since we're not part of her inner circle or anything, we'll be evaluated by how much we can bring on the table. 資格の話はそこまで響かなかったから、次はもっと興味をそそる話を手土産に持っていく必要がありそうだな。But what could she possibly want? やっぱり儲け話とかなのかな。きっとスバル君の突拍子もない発想がアナスタシア様に響くこともありますよ。フォローだよな。ありがとう。フォローだよね。In the end, it isn't clear whether my meeting with Anastasia yielded any results. Thus, 次はプリシラとの接触だが。何か不安なことでも？いや、不安要素の話をしたらむしろ安心要素が一個もないけども。I've only met Priscilla the once. Once, I guess, having that pompous exchange with me in front of the upper cellar stall. But even though it was just once, she left more than enough of an impression of being a pain to deal with. And that guy with the helmet, Al, was it? Including him, they are the strangest people I've met, bar none. 正直、何から取り掛かればいいのか全く想像もつかねえが。レムはなんかアイディアあったりする？そうですね。あまり得意ではありませんが、やはり手ぶらで伺うのは失礼かもしれません。プリシラ様がお好きなものがあるなら、それを持参するのが良いのではないかと。And your husband? なるほど、手土産だな。We only met once, so I can only go off of the impression she left behind. My impression of Priscilla. ゴージャス、わがまま、ユイが独尊、変わり者好き、世間知らず、あとは赤い。
赤いですか。ああ、そうなんだ。とてもすごく赤い。では赤くてプリシラ様の好きなものを。いやー、それも難易度が高い。Advil? Talking it out like this makes me realize the one red thing Priscilla is interested in. And that very thing. なんだよ兄ちゃん、連日来てくれるとそんなに気に入ったのか？お、さすがに今度は覚えててくれたか。まさかおっちゃんに記憶される日が来るとは俺も出世したもんだぜ。人が物忘れが激しいみたいに言うんじゃねえ。一月以上前に1回だけ来た客の顔なんかそうそう覚えてられるわけねえだろ。ああ、そっちのべっぴんの嬢ちゃんは別だ。美人は記憶に残りやすいからな。恐縮です。でもスバルくんのこともよく見てください。一度見たら忘れられない凛々しさです。凛々しいかどうかはともかく、一度見ると夜に悪い夢を見る目つきとはたまに言われることもあるぜ。嬢ちゃんの意見もどうかと思うが、お前のその答えもどうかと思うぜ。それでわざわざ来てくれたんだ。世間話だけしに来たんじゃないって期待してもいいのか？ああ、もちろんだ。と言いたいとこなんだが。なんだ？ああ、伝言か。安心しろい。ちゃんと伝えておいたさ。聞いた途端に顔色が変わってたが、一体何を伝えたんだか。知りたいのもわかるけど、その話はできねえんだ。悪い。構いやしねえよ。他人の事情に首突っ込んでもいいことなんかまずないからな。それに俺もじいさんには世話になった。これぐらいどうってことはない。それこそ事情は聞かないとくぜ。じいさんとおっちゃんの昔話って聞いても誰得って話だし。ほっとけ。それでカドモン様。おお、そうだったそうだった。それで何が欲しいんだ？当然買い物はしてくんだろ。そんながっつかなくても買ってくよ。ただその前に聞きたいんだが、昨日とか今日真っ赤なお姫様が来てないか？真っ赤なお姫様だ。 And now it's really vague. I guess vague. But how else to describe her? Once you hear that, you know exactly who Priscilla is. I decided to get her some apples that she found so interesting as a gift for when we visit her. But if she already stopped by here and bought out the shop herself, it would be pointless. Fortunately, the stall still hasn't closed, so there are no traces of Priscilla's bold purchase here. それでどうなんだ？どうだって言われても意味がわからん。真っ赤なお姫様ってそりゃ通りなか？ Seeing him shake his head means he doesn't really know her. いや、わからねえならいいんだ。パッと思いつかないんなら来てないってことのはずだから。よくわからんが、それならどうする？赤いお姫様が来てないなら買い物をしないってか？その逆。お姫様が来てた場合、俺が買い物する理由がなくなるとこだった。ってわけで今日もリンが10個だ。土産に持ってった先じゃどこも評判だったぜ。そうかそうか、そりゃよかった。それなら詰めるから待っててくれ。はいよ。でも手土産がリンガ、それでいいんでしょうか？不安な気持ちはわかるが賞賛はある。あいつはリンガに興味津々なはずだ。まあ Either out of ignorance or her noble upbringing, she doesn't know about whole unpeeled apples. If I emphasize that point, she should be excited to take them. あとはアルが言ってた屋敷が留守じゃないことを期待するだけ。あら、そこにいるのはスバルちゃんですか？スバルちゃんですか？その声は。さくら。どうも、私です。さくらです。覚えてくれてますか？ああ、さくらさんか。こんなとこで会うとは奇遇だな。そうですね。スバルちゃんとレムちゃんでしたか？また会えましたね。Sakura, whom I met rather unexpectedly, shows us a soft smile. She had come to Rosal's domain as an emissary along with Taiga, but I was unable to meet with her at the church yesterday. 改めましてさくら様。先日は当家の使者の務め、お疲れ様でした。いえいえ、お仕事ですから。
二人がオートへ来たのもお仕事でしょ？そうなんだよ。で、俺たちも昨日教会に挨拶に行ったんだけどさ。はいはい、聞いてますよ。メルティちゃんとティーガちゃんから。あ、そういえば聞いたんですって。聞いたって？またまたそんなこと言って。メルティちゃんのことですよ。ああ、それか。いや、聞いたっていうが、あれはメルティちゃんの自爆だから。How would I be able to contact them while hiding the fact that I know Melody is a royal candidate? I was really concerned about that, but Melody being the airhead she is let everything slip out, which was rather convenient for me. まあまあ、秘密は漏れるものですから。それにいつまでも隠しておけるものではありませんしね。I just realized she doesn't like wear the necklace that Melody and Taiga wear. それは。Sakura surprised him for a moment. It's almost as she's talking about what's to come tomorrow. Tomorrow they'll discuss the delay of the royal selection at the castle. Does Melty's camp know about that already? むしろ知ってて当然か。 Taiga mentioned it before, but Melty was the last royal candidate to make herself known. Because of that, they accept the responsibility of delivering the news to her as well. If during all this they were in frequent contact with the Council of Wise Men, they may have heard something they weren't supposed to yet. On top of that, the mediator of the civil officials, Rickard, is the one of Melty's sympathizers. I wouldn't put him past letting a few things leak out here and there. That's 秘 why. 密はいつまでも隠しておけない。人の口に戸は立てられねえからな。あら、面白い言い回しですね。人の口に。ええ、そうだと思います。Sakura nods along as Melty's statement. She generally gives off a gentle impression, but the air about her has become tense. さくら様は何ですか？さくら様はこちらへ何のご用事で？やはり王戦のことを。いいえ、違いますよ。私はメルティちゃんやティーガちゃんのお目付け役で派遣されてるだけですから。お目付け役ですか？それは知らなかった。メルティちゃんとティーガは幼馴染って話だったから、さくらさんも親しいのかと。もちろん、あの二人は可愛いですよ。ただ、私はあくまで教会の意志に、 Aww. もっと言えば母の意向に従ってまして。Suspicious. さくらさんの母親って神竜教会の偉い人だったりするのか？あらあら、興味津々ですね。そんなのだとレムちゃんやエミリア様が焼きもち焼いちゃいますよ。このくらいで焼きません。仮に焼いたとしても美味しく焼きます。あんまり聞かない表現だな。まあそんなわけで私はメルティちゃんを応援してますけど、必死になる理由はないんです。でも教会はなってほしいわけだろ。 I avoid mentioning anything about her goal of becoming the next ruler, considering where we are, but even without mentioning it, it's still implied. 何にせよ、遠からず王戦は大きく動きますよ。そんな予感がしちゃってますから。覚えとくよ。さくらさんも正々堂々戦おうぜ。はーい。まあ戦うのは私でもスバルちゃんでもなくメルティちゃんとエミリア様ですけどね。それを言っちゃおしめえよ。I switch my head at her candor. それじゃこれ以上邪魔をしてレムちゃんに睨まれたくないので私は退散しますね。レムはそんなぶしつけなことはしませんが、お気持ちはありがたく。可愛らしいですね。スバルちゃんも気をつけてくださいね。女の子の扱いを間違えると後できっと後悔しますよ。それがレムのことなら重々承知してるよ。 I've been on the receiving end of Rem's torment before. It's been firmly embedded in my mind, making these girls angry never ends well.
やれやれ、盛大にからかわれたな。しかしこんなとこで会うとは。メルティ様の陣営ではきっとティーガ様とサクラ様が参謀役を務めていらっしゃるんでしょう。レムも注意していましたが、うっかり情報を渡さないよう気をつけないと。多分大丈夫だったよな。変なことは言わなかったと思うし。 Even though I'm prepared for it, I don't think I'll ever get used to probing others like that. I wonder if there's a way to make this easy. 兄ちゃん。おっと、なんだよおっちゃん、驚かせんなよ。驚かせるなじゃねえよ。こちとら商品が詰め終わってるのに世間話が終わるのを待ってやってたんだぞ。あ、気づかなくて申し訳ありません。すぐにお支払いします。ああ、頼むよ。まったく、うちが繁盛店だったらこんな待たされて商売上がったりだぜ。自分で言ってて寂しくならねえのか。ほっとき。銀が10個毎度あり。 The apple disappeared. Pushed away by his intense voice, we shuffle off to our next destination, the estate of the Red Princess Priscilla. ここがプリシラ様のお屋敷。まあ見るからにって感じだな。あちこちが金ピカに塗られてて、庭は妙な彫刻だらけ。 This is my first time actually coming here, but as I thought, this place is beyond anything I've ever imagined. ひょっとして純金のプリシラ像とかどっかに飾ってあったりしないか。ここまで来ると悪趣味を極めてほしい。おいおい、人様の屋敷を覗き込んで随分とかっ飛んだ批評じゃねえか。その声は。聞いてたのが俺だったからよかったけど、もしも姫さんに聞かれてたらジエンドだ。口は災いのもとってやつだな。スバル君、離れてください。この方は怪しすぎます。気持ちはわかるけど落ち着けレム。確かに猛烈に怪しいけど門の向こう側にいるだろう。ものすごく目立つ物取り。違うから面白い嬢ちゃんだ。そんで面白い兄ちゃんも連れてやがる。悪いことは言わねえ。さっさと立ち去んな。うちの姫さんは気まぐれな猫より気まぐれでな。うっかりご機嫌を損ねたら大変だぜ。その忠告はすげえありがたいし、回り右して帰りたい気持ちもあるんだが。へえ、そうもできない理由ね。一体何のようだってんだ。 It looks naked. It just like, look at everything being covered like this. It's kind of awkward. お前の主人のお姫様に伝えてくれ。同じ王選候補者エミリアの使いが来た。それで So pretty. This is so pretty. I want this to be like my house. わざわざわらわの時間を奪おうというのじゃ。当然相応の価値があってのことよな。Priscilla tilts her head slightly at me, wordlessly pressuring me with just as much intensity as Krish or Anastasia. But unlike those two who pressure me at opportune moments, Priscilla threatens my very being with her constant frightening aura. Crush and Anastasia occasionally turn into lionesses as they were talking, but Priscilla's always in that heightened state. 結局相手がライオンなら睨まれた俺は縮こまるのがオチなんだが。 It looks like this. 兄弟、気持ちはわかるけどよ。黙ってると姫さんの機嫌は秒で悪くなるぜ。わかってるよ。だいたい兄弟って何のつもりで。ああ、そりゃ決まってんだろう。兄弟が俺と。ある、黙るがいい。これと話しておるのはわらわであろうが。あいあい、お口にチャックして黙っとくよ。I waves his one arm and goes quiet in an almost detached manner. I wanted to question him some more, but it looks like that's not gonna happen now. If I take my eyes off Priscilla, my head will definitely be rolling. I've died in this world plenty of times, so at least know how deadly Priscilla can be. まずは拝謁の機会をいただきまして。毒にも薬にもならぬ前置きはやめよ。わらわの貴重な時間を奪うな。
早々に本題に入るがいい。わかった。じゃあまずこれを。Engulfed in their intimidation, I nervously hold out the bag of apples. Unlike at the stall, the apples feel like heavy rocks in a frail bag inside this palace. I start doubting if this was the right choice for an offering. No, I can't hesitate here. The die has long since been cast. All that's left is the hope for a favorable outcome. それは手ぶらで来るのも失礼だと思ったんで手土産を持参したんだ。俺の馴染みの店のもんでな。味の良さは保証する。それにお前には珍しいと思ってさ。ある。へいへい。そんじゃまお土産を拝見と。Annie takes the bag at Priscilla's order. He peeks inside and tilts his coward head. あ？これが姫さんへの土産？それで間違いねえよ。ちゃんと改めてもらっていいぜ。改めるったって。おい嬢ちゃん、本当にこれで間違ってねえのか？はい、間違いありません。スバル君が買い求めたものです。おいおいおい。After hearing our answers, I can almost see the bewilderment through his helmet. Seeing her night confusion, Priscilla impatiently rests her chin on one of her hands. 何事かある。いつまでももたもたと孫つかず、何を持ってきたかわらわに見せよ。そりゃ見せるのはいいんだが、見ても姫さんが怒るだけじゃねえかな。喜ぶビジョンが浮かばねえよ。それを決めるのはわらわであって貴様ではない。はいはい、Your Highness と。そしたらこれが献上品でござい。Your Highness. Al casually walks over to Priscilla and shows her the contents of the bag. Her response will decide Rem and my fate. Thinking of it that way, maybe I shouldn't have brought Rem along. She'll be a witness to my downfall. Although, if Priscilla does go off the deep end, I don't know how I would escape without Rem. だからそうならないでくれ。ナムさん。As I fervently beg and plead for my life and my mind, Priscilla's expression changes when she peeks inside the bag. That's when なんじゃこの珍妙な果実は。I hear the exact response I was hoping for. よもやリンガが赤い果実とはな。赤々と熟れたそれをわらわへの土産とするとは。貴様の書店は誤たずに済んだぞ。Priscilla then proceeds to eat a piece of an apple that was cut and neatly arranged on a plate. I hear the crunch of her biting the fresh fruit and a tangy aroma wafts through the room. しかしあれだな。なんじゃある？何かあるのか？いや、姫さんが毒味したもんを食うのは当然なんだが、俺の食いかけを姫さんが食ってると思うと興奮するなって。たわけ。的確に走行の薄いところを。わらわの美貌に男どもが情欲を抱くのは当然じゃが、それをいちいちわらわへ伝えるな。黙って眺め、閲楽を満たすがいい。夢を見ることまでわらわも禁じはせぬ。そこまでするのは酷であろうからな。つまり姫さんは俺がどれだけ不死だらな妄想をしても許してくれるってわけだ。さすがそういうとこがいて。I love her! それを口にするなと言ったぞ。独特な主従関係なのですね。アル様はプリシラ様の騎士なのでしょうか？これがわらわの騎士？笑わせるでない。これは道化よ。わらわを楽しませるからそばに置いておるだけのな。その点ハンマの娘も同じであろうよ。まさかそこなボングを騎士などと言うまい。俺が騎士じゃないのはそうだが、エミリアをハンマって呼ぶのはやめろよ。それは俺も断固抗議するぞ。Half devil is a derogatory term for half elves. I've seen twice now at the postponement discussion just how hurt Amelia looked after being called that. I can't let something like that slide just because Amelia isn't here. わらわに命令か？その無礼も一度は許そう。
それはリンガを持参した功績に免じてじゃ。そっちこそ同じことを2度言わせるなよ。エミリアはハーフエルフであってハンマなんて呼ばれ方をする言われはない。 She knows her eyes doubling down on her intimidating aura. Honestly, it feels like my organs are being squished. スバル君。 Rem looks at me with concern from beside me. It seems like she's planning to risk her life to protect me if Priscilla were to go on the offensive. While I appreciate her resolve, I rein her in with a wave of my hand. Rem can be quick to jump the gun, so I don't want her to do anything hasty. Finally. ああ、姫さん。話が進まねえし、ここは姫さんの方が度量を見せてやった方がよくね？ある貴様、わらわに譲れと？そりゃ姫さん的には譲った方が負けって考えもあるだろうけど、ここは器のでかさを見せといた方が勝ちって考えもあるぜ。姫さんだって裏でこそこそと巨乳って言われてたらカチンとくるだろう。わらわの乳房は心の豊かさの表れであろうが、それを指摘され何故に怒る必要がある？お、マジで？じゃあ実は俺頭の中で姫さんのこと巨乳ってしょっちゅう言ってんだけど、それもいて。なわけ。 Priscilla beats Al up, then folds her arms in a way that emphasized her big chest. Her red eyes glare at me once again. 道家の軽口で今日が冷めたわ。貴様の言葉は聞かなかったことにしてやる。おい待て、それじゃこっちの話を。スバル君、抑えてください。レム。 Rem grabs my arm and pulls me back. Priscilla curls her lips as she stares Rem down. そのアジンのメイドの方が冷静のようよな。それがそれではさぞ苦労しよう。スバル君と一緒にいることはレムが望んでしていることですから。そのようなボング、一体どこに美点を見出しているやら。 Priscilla slowly shakes her hand and abruptly points a finger at Rem and me. 手土産のリンガは受け取った。貴様らの顔もわらわのこの目にしかと収めた。その拝謁の栄誉を持ち帰るがいい。話はこれでしまいよ。これ以上わらわの時を費やしてやる気はない。待ってくれ。 Right as Priscilla turns her back to leave, I call out once more with all the courage I have left. The look in her eyes as she turns around is ice cold, in complete contrast to her fiery red eyes. The moment I misspeak at all, Priscilla will kill me without mercy. It's the same as when I encountered the bowl hunter at the loot house, or when Ram glared at me with eyes full of hatred under the sunset at the time. However, 一つだけ聞かせてくれ。ウォルフって名前に聞き覚えは。 I don't care if my head goes flying off my body. It's the one thing I need to ask. ない。これで満足か？ああ、満足だ。ならば解く失せるがいい。わらわの気が変わらぬうちにな。 I wouldn't be surprised if she changes her mind as she speaks. My breath escapes my body and I'm unable to respond. 外まで送ってくるわ。姫さん、リンガ残しといてくれな。All's casual comment is the only thing that gives my stiff leg a chance to lift myself up. They're such a funny couple. I love them. いやー、しかしあれだな。俺絶対に最後で兄弟死んだと思った。あれ、兄弟も嬢ちゃんも黙り込んでどうしちまったんだ？せっかく猛獣の檻から命からがら逃げてきたんだぜ。もっと喜んでもいいんじゃねえの？よ？喜べるか。もうなんだ急にでけえ声出して。ああ、おっかなかった。本気で殺されるかと思った。お前よくあんな女に仕えてられるな。おい屋敷出たからっていきなりそれは本音ポロリすぎるだろう。気持ちはわかるけどよ。それと俺が姫さんのとこにいる理由は姫さんがエロくて美人だからだよ。想像以上に浅くてビビる答え。いや、その理由で毎日綱渡りができるって
逆にすごいって見直すべきなのか？ All has such an easygoing attitude, but I'd never be able to do such a thing for a reason like that. 可愛くて美少女なエミリアタンのためにいろいろ頑張ってる俺とは大違い。あれ？一緒だ。ま、男なんてそんなもんだぜ兄弟。All laughs loudly at me, but I really can't accept us being so alike. ですが本当に無事でよかったです。レムも最後はもうダメかと思いました。あ、レムもそう思ったか。ごめんな、あんな危ない真似して。けど聞かなくちゃいけなかったんだよ。スバル君が必要だと思ったことならレムはそれを止めようとは思いません。でもどうかご自愛してください。そうでないとレムは心配で心配で。Ren puts her hand on her chest, and I feel a constant strike at a devastating blow. It's true that I crossed into unknown territory without much thought. But once I did... 俺だって一人だったら無茶しなかったさ。でもレムがいてくれたからな。レムがですか？レムが横にいてくれたから何があっても助けてくれるかなと。It was the result of relying on Rem's strength that pulled us through, though saying as much doesn't really paint me in a positive light, but... スバル君、そんなにレムを信じてくれて。いや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 、おかしいおかしいおかしい。Rem is deeply moved by my words, making both all of me interject at the same time. ものすげえ他力本願な作戦じゃねえか。ジョーちゃん、そんなの受け入れちゃダメだぜ。あるに言われるのも納得いかねえけど、正直その通り過ぎて言い返せねえよ。いいえ、いいんです。スバル君のために頑張るのはレムがやりたいことなんですから。むしろそれを取り上げないでください。スバル君の力になれなくなったらレムはスバル君を殺して自分も死にます。可愛い顔と声で何言い出したの？やれやれ、ずいぶん愛されてるもんだ。羨ましいったらねえぜ。アル様にもきっと機会はありますよ。まずはしっかりした定職へ就くべきです。すげえ本格的なアドバイス。一応今の俺も定職は定職よ、これ。プリシラ様の道家が。そんな本気で聞かれたら迷うじゃん。Rem and Al continue to have a serious conversation about Bruce's future prospects. I give them a sidelong glance as I turn back to look at the mansion we just left. I'm sure Priscilla's taken us off her mind already, but she still makes me tremble. Despite having Rem with me, even I thought I was being pretty reckless, but I did get something out of it in a プリ change. シラはウォルフの名前に動揺しなかった。 Of course, if she was a natural born liar, she could have easily lied about it, even if she did know. とはいえ、不意打ちされたら誰でも驚く。プリシラにはそれがなかった。まあ、俺が見た限りって注釈付きだけど。 But on that end, I don't want to question the things I've seen for myself anymore. 俺が俺の目を信じなかったら何をもって判断したらいいかわからなくなるし、足止めされっぱなしになっちまう。Tada. Now that I've spoken with all three of the potentially bait candidates, I haven't got anything to decisively point the finger at any of them. アナスタシアさんはウォルフに襲われた実績がある。プリシラはウォルフの名前を聞いてもマッチョ、そこ。クルシュさん。 As of now, the only one I hadn't actively taken steps to try and get information from is Crush. I only moved her from the list because I want to believe she wouldn't do something like this, but on the other hand, I don't have anything to base that trust on. So does that mean I should test her? クルシュさんを疑う。正直ここまでなかった発想だぞ。 Baka. Anyway, so this is where we're going to end today's episode. Woo! Please let me know in the comments what you think about the story so far, and that you also love Priscilla as much as I do. I know she's not that like popular, but those scenes were just too funny. That could have been. That's me. That's me. I want that castle. I want her room. I want a jester like that. It's so funny. It's so good. Anyways, please do subscribe so you don't miss the next part, and I hope I'll see you soon again. Bye bye.